でそれを突きを入れるとなおさらこう見えづらくなっちゃう。それが挟むってことです。だからつま先の感覚でいうとこういう感覚で上がる感じです。だから本当にこういう動きありますよね。こんにちは、空手家の声です。今日は、東京の羽村市にある、極真空手のレジェンドの道場に来ているのですが、今回は僕にとってものすごい感慨深い、コラボで、僕が20代の頃に当時最も憧れた選手で VHS のビデオテープがですね、もう本当擦り切れるぐらい何度も、再生して見直した、方なんですけども、今回ですねこの方と、コラボできるということになりまして、ちょっと今から、入っていただきたいと思います。現役時代は一撃の竜、一撃の KO アーティストとして名を馳せた成島龍シャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう結構僕の、チャンネル見てるから空手関係者が多いので、もう正直ほぼ説明不要の、方なんですが、結構空手見てない方もいらっしゃるんで、よかったら少しだけちょっと自己紹介をしていただいてよろしいですか。今ですねKW 選手ジャパンというところで活動している、成島道場の成島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものすごく短く自己紹介されたんですけど、本当レジェンドで、もう体格的には軽量級で、現役の時は、68キロとか68とか73そう切ってる体重で、もう軽量級なんですけども、本当無差別の大会で KO 勝ちができるっていう、稀有な選手でですね、もう本当伝説のなってる富山県大会無差別大会でオール一本勝ちで、優勝して、しかもその大会の決勝は100キロ超えの選手を失神させるっていう、もうとんでもない、偉業を、達成している方で、正直ですね、無差別の大会の一本勝ちでさえ結構な確率というか、自分はやっぱ小さかったんで、小さい頃から空手やってて、大人の人に勝つにはどうしたらいいのかっていうと、やっぱ顔蹴りしかなかったんで、もうそれしかなかったので、一つ一つ覚えていけたのかなと。で高山の時にはもっとたまたま運が良かっただけで、やっててよかったなって、その感じです。ちょっとその辺もちょっと今回のコラボでいろいろ聞いていけたらなと思うんですけども、本日はよろしくお願いします。やはりですね、今回、成島師範といえばこれっていう技を教わりたいということで、いくつかちょっと考えてはきてるんですけど、やっぱり最初は左の上段回しをちょっと今回教わりたいなと思っているので、ちょっと今回いろいろ深掘りさせてください。わかりました。もうあれですよね、成島師範の、左の上段回しって上段回しで倒す選手がいても毎回失神させるっていう、もうちょっと驚きすぎてあれだったんですけど、ちょっと僕はもう成島師範の左の上段回し、個人的にはものすごい研究自分なりにしてきてるんですけど、半分自分の中の答え合わせもしたいなっていうのもありつつ、ちょっと実際の指導を受けれるなんてなかなかもう夢みたいな世界なんで、ちょっと今日はがっつり深掘りさせてください。お願いします。よろしくお願いします。自分の、理想としたのは、ちゃんと相手がまっすぐ立ってて構えてる相手で、その相手の上段を蹴るっていう。なので横から持ってこなきゃいけないし、相手が頭を傾けたとしても追っかけていくぐらい膝が入ってなきゃいけなくてっていうことですよね。で蹴ったら終わりじゃなくて、元来た軌道を取って元に戻す、そこまでが下ろして両足つくまでが蹴りなので、そこまではコントロールしようかなと。であとはその組み手が始まったら、なるべく相手の頭が下がって手が下がってっていう状況を探してっていう。じゃあ、成島師範の蹴りを、マスターするために、まず最初ここは、確実にこういといてねっていう、なんですかね、これはやっとけよっていう練習がもしあったら1個まずしていただきたい。単純に体を引っ張ってねじって挟む作業で、特に挟むっていう感覚がちょっと人に伝えようと思った時に難しいというか、挟みすぎる方にこれ舐めつようにだから蹴ってる時に挟む、こっちの挟む前に引っ張らないと、引っ張るとねじれる、ねじったものを解放して、こっちが壁になって挟む。この挟む時もここを挟んでいく感じだから、体が来れば来るほどこっちに寄せるんじゃなくて、そのまま面積が詰まっていって、ここにピュッと最後に歯磨きの
チューブがこうビュッて出てくるようなイメージで蹴りが前に飛んでくるようなイメージ。そうすると、それのための練習といったらまずは最初基本になってます。そうなるとだからある程度の柔軟性とか、でもその柔軟性もそんなにこう例えば思いっきり開かなくてもいいと思うんです。その時に足が外向かないとか、せめてまっすぐ立って、内側に入ればいいんですけれども、あとはその状態でどれだけこう自由に体をこの時にこう絶対はこうだからあとはこう腰がこう寝た状態じゃなくて立った状態だから股関節から上半身と下半身折りたためないといけない。ここで言うと倒さなきゃいけないって、それがねじれてなきゃいけないって、その状態でこう全部いかなきゃいけないんですよ。これは僕できないですね実は結構硬いんであれなんですけど、一瞬だけこう他の形ができればもちろんいいと思うんですけども、その一瞬にこうまとめるのは結構難しいので、どの幅でもどの位置でも捉えられるように柔軟性が必要かなっていうと、ある程度のこの範囲というか可動域をこう保ってなきゃいけないのかなっていうところですね。成島シャンの蹴りを見てるとやっぱり、当たった直後、当たった時の角度は開いてなくても通る軌道に関しては一瞬そこの角度を超えるんですよねそうです。だから本当捉える時は点なんですよ、その点もこう場所と角度とタイミング整えてこう当てるのが目的じゃなくて力を通すのが目的なんで、その通すまでの自分の姿勢も大事だし、あとは本当に腕の動きを削ぎ落とす、手の動きを削ぎ落とす、ちょっと教えていただいてるんですだから例えば上段蹴るって言われて腕を振るのを腕を振らないようにして蹴るっていう、ちなみに、多分僕以外の人も成島シャンの映像を見まくった人だと皆さん気づいてると思うんですけど、結構インロー蹴って思いっきりこっちに引っ張って、ここから、これで引を出すっていうコンビネーションされてると思うんですけど、あの時に、意識されてることというか、その時でいうと本当はもうこの状態から蹴りたい、だからでもこの状態にすると相手分かっちゃったんですよ。だから下段を蹴ってこの形にするんですよ。ここから一気にこうだからっていうと軸足と、相手の顎があって、その時にこう蹴る足が内側に入る、一直線上に流れるのもそうですけども、よりこう後ろに持ってった方がねじれるっていう、それを一気に蹴るんですけども、あとは蹴りも回さないで上げ蹴りっていう感じです。一瞬でここまでパッと上げる感じ、上げた時に膝とつま先のこの高さが同じになる、へこんだる。でも下だと上に抜けちゃうし、それが横に行くようになっちゃう。これが柔軟性がいるんですよねそうですね。ある程度自分も今硬くなってこう股関節丸くなって可動域もなくなってきて、本当難しい状態になってきてますよね。自分では本当覚えればずっとできるみたいな言い方もしてるんですけども、実際そうなんですけれども、その中でこう年齢とともに落ちてくる筋力的なこととか考えて今やってる、もうごまかしからて一直線みたいなところもこんなところですね。だから今整えてる最中なんですね。これって今例えば僕ミットをもっと切ってもらうと可能だと思います。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとこうそれをこうこんな感じです。ちなみにローカーのコンビネーションもできます。こっちから行って
であと時によってなんですけども、ここの跳ね返りでも使ったりとか、いろんなものをちょっと利用しようかなと。そう当時見てて結構、なんですかね、衝撃的だったのは、蹴って足を下ろして思いっきりひねってるからこそ軸足の位置関係なく、普通ここに軸足を置いたら蹴れないだろうって思ってるところが、思いっきりひねってるんで、軸足がここにあってもこう後ろに回ることで軸足がキックが当たった時にはそこから蹴ってるのと同じところまで移動してバチーンって当てたんで、あれとかもやっぱあれですかね、結果的にそうなってるっていう結果的ですよね。だから例えば本当自分でも近いって思った時には後ろに飛んじゃえって言うんですね。それは思いますね。だから本当にこけるぐらいの状態で捉えたこともありますし、だから当たる時さえこうバランスが保ってれば、あとはちゃんと相手に力が通るという。だから片手で例えばついてもちゃんと力が通れば、自分が転んでても相手が倒れてくる。なんかそれこそずっとコマプリで見ると、毎回コンビネーションの時ってローを蹴ったりとかパンチ打ったりとかしても、必ず体が思いっきりこう手を思いっきり後ろに持っていくまで、完全にここまで持っていってからバチンって、だからねじるのがすごく力を乱れる。もともと力があんまなかったので、その中で走るのも遅いし、運動神経あまりなかったので、その辺でこう小さい頃からやってる分、どうすれば力がたまるのかなとかで、その辺にこう行き着いたのかな。であとは腕も振る時もこっちからこう振ると見えるんですよ。こう振ると見えない。肘を引くようにしてそうするとあんまり見えないで、つくと同時にっていうことですね。だからなるべく肘から先はつかないようにして。これは気づいてなかった面白いですね。これちょっとあれかな、カメラ正面から撮ってもらって、腕の肘とか多分カメラここでこう振るよりもこう振った方がいいっていう。でそれを突きを入れるとなおさらこう見えづらくなる。それが挟むってことです。その手がいいから。これは目の前に立ってると全然違いますね。ただこんだけの違いっちゃこんだけの違いって全然違いますね、印象が。面白い。そうするとコンビネーションで多分僕が目を食ったら、この左の突きの時にこうバンって寄せてこっち引っ張ってバーンっていう左のすぐスイッチのこれと、この時もあんまり覚えてないんですよ。自分でこうついたらすぐ蹴ろうっていう思ってるのが結果的にやり方になってるので、だからあまりこうしようああしようって考えないタイプです。だからその場に全部持ってって、あとはこう自分の感覚でっていう。だから結果的に後でビデオ見て、こんな動きしてたんだなっていうのがほとんど。だから狙おうとすると絶対入らない。そんなところですよね。この辺は刷り込みの練習がやっぱ大切ですね。もうなんか意識しなくても出ちゃうみたいな。これちょっとどうしようかな。なんか自分もやれる範囲でちょっとできたらなと思うんですけど、なんか見ていただいて、もうちょっとこうした方がいいんだねっていうのをちょっと指導いただけたらありがたいなと思うんですけど、これを左でそうすると利き腕はどっちなんですか？利き足は右なんですけど、でもこの切りは左でかなり練習したんで、それも左ですね。どっちもあれですよ。一旦ちょっと今ご自分の巻き入れてすみません、さっき聞いてたのはこっからって言ってたんで、僕この前足よりもこっちに足を持っていって蹴るっていうのは初めて聞く操作だったので、だから例えばでも皆さんこうステップ踏むときにあんな感じですよ。その分こっちをクス引くってやつですか？だから例えば上半身だけねじったところで半分の力だけども、それを同時にねじってあげるとよりこうねじれるし、一つ一つの作業が半分になる。だからこう振ってこう蹴るよりもっていうことですね。それをその時にこう振らないようにこう振っていって、でそこに突きも加えてやると突きに意識がいってっていう。であとは理想的には膝がもう少し入ってると、で今で言うと力が入りすぎというか、
もう頭を破壊するならそのぐらいの力でいいと思うんですよ。本当にもうポンと揺らす程度だとそんなに力入れない。で当たった時にはそう持っていて膝が曲がってる状態ですよね。これをパンと弾く。の硬さが出てくる。だから本当頭をこうかしげてもちゃんとついていけるよぐらいの膝が止まれば蹴りが止まるんで、はい、そのぐらいでいい。で今下に引いてるのを平行に引いてあげるとより反発が生まれる。肘をそうでもうちょっと膝が曲がってるともうちょっと突きの前で蹴れる。これもうちょい左ってそうであともっとこっちの手でグッと引いてあげるとより膝が張りやすくなる。今ここにはいキャッチ肩を残すから。これが例えば引くことによってクイックになってるんですよ。もうそんな力入れない。スピードだけでこうやってのこと膝が止まるんですなかなかそのバランスが難しい。だから回さないんですよ。そのまま上げるだけっていう。そうだからつま先の感覚でいうとこういう感覚で上がる感じです。だから本当にこういう動きあります。それをよりもうちょっと高いところである。そうすると当たった時に下がる勢いでもってまたその衝撃というか重さもここに入るみたいな。そうそのぐらい楽に。今のやつ。今のやつ。そのぐらい脱力してるとこっちも分かりづらい。で今ちょっと分かりますね。最初の蹴り方よりも全然違います。最初の蹴り方よりも全然違います。だから今みたいな感覚ですごくいいと思います。これやっぱちょっとこれがそうですね。これ結構大切ですね。だからより挟まなきゃいけなくて、それがより高くなってこれでスピードが上げながら横に跳ね上げて落とすみたいな。っていうことはあれですね。これができるだから膝を上げると同時にちょっと落としてあげると、先端が弾けるというか、より力を抜けた状態でですね。今の普通にこれができるようになるのはとてもより力じゃなくて体に生まれた抵抗で蹴ってる。そうすると力みもないし、軌道上に全部乗ってれば力がしっかり通るっていう。でもそこで膝がちょっと下向いたりすると削っちゃうっていう。ありがとうございます。ちょっとイメージが前よりも鮮明になってきたんで、本当トケさんすごい細かいじゃないですか。見るとすごい理論的にやってる。自分とか全然もう適当な感覚なの。だからそれを現役終わった後に自分の技術を伝えようと思った時にやっぱりちょっと言葉にしなきゃいけないし、でそれを言って分かっていただいてやって分かってっていうのがやっぱ大事なんです。
いやもうなんか自分なりにそのナレーションシャンのやつを研究してる時はもうここをしっかり引っ張ってるのが分かってでここで引っ張ってるから軸足関係なくこの辺が軸になっててでここが軸だから別に足どこにあってこう飛びながら出ちゃうねっていうところまでは分かってたんですけどこの膝のこういうこっちをこれでこの挟む時のこれとかは全然気づけてなかったですし、だから挟む感覚ってなんかあんまり皆さんあんまり持ってないかと思うけど、だから野球でも例えばランナーがいたらワインドアップで投げる、でもランナー違うとセットポジションだよ、こんなイメージで自分も本当はこう振りかぶりたい、だからねじりたいんですけどねじれない時はもう挟むだけなんです。だから挟む動作をすごく意識するとよりだから膝が入ってつま先がこうだからこう本当に地面と平行になるように、あとは挟む時も今度は縦になるようにこういう直角でこう挟むことでより強く挟めるっていう、それがこう抜けてたりすると挟めない、よりこう肘を使います。でもさっきこれの時に挟むって言われてこれの時にその挟むって言われた時にこう確かにこれと合わせると膝がすごい上げやすくなるんです、膝とかつま先を上げて横にそうしやすいなっていうのがあってこっちを使わずにただただこっちでやろうとしてもスピードが出なくてあれだったんですけどこの挟むのでこうするっていうのはめちゃくちゃしっくりしてしかもこうやるとスピード感明らかにこのつま先が上がってくるスピードが上がるなっていう感覚があったんでこれちょっとしたことですけどめちゃくちゃ大切です。でも全部の手で三日月もそうですよ、突きもそうですよ、挟んでいく。じゃあ実はこれが結構大切だったっていう。ありがとうございます。これちょっともう少し、今のヒントを参考にちょっと僕も成島さんの切りちょっとでも近づけるように練習したいと思います。なんかここがマシンですけど。ありがとうございます。いやーよかったいやもうでもこれ大収穫ですよありがとうございます。いや気持ちがいいっていうかなんかこうスポンって落ちるものがあると楽しいことです。ありがとうございます。なんかお役に立てればありがとうございます。まだまだすみません聞きたいことだらけなんで今日は最低限聞きたいことだけでも多分5つぐらいはどうぞお伝えできることはじゃあ引き続きよろしくお願いします。10の技で1ステップ2ステップ3ステップ相手を振り払わないようについてこさせるようにこれをするっていうのは今までにもったいない初めての感覚なんで。今日も最後レビュー中を見ていただきありがとうございます。ここ、成島市安の道場なんですが羽村駅から本当すぐです。そうですね、青梅方向に向かって線路沿いを歩いて2分ぐらい、もう田舎の町なので分かりやすい場所にあると思います。ものすごい駅からすぐ近いのでもし、空手をやってみたいとかいう方に関してはもう本当もう僕の憧れのことなのでもうこれ全然本当におすすめなのでぜひよかったら空手やってみたいなっていう方は、お近くの方はぜひ、お越しください。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していますので動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録してこれからも空手家ボーイズの YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっすおっすありがとうございます。ここで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。このベースのパンチをまず打てるようにしていきます。